こんにちは皆さん、ゆみです。今日は和製英語というのをご紹介したいと思います。和製英語というのは英語から作られた日本語です。英語から作られているので、英語が話せる人、英語が母語の人は、簡単にわかりやすいものだと思うんですけれども、気をつけてください。時々全然意味が違います。例えばマンションと英語で言ったらお金持ちが住むとっても大きなお屋敷のことを言いますよね。でも日本語ではアパートのことです。アパートとマンションと2つ言い方があるんですけど、日本語でマンションといったらちょっと素敵なアパートという感じでしょうか。建物も少しアパートより高くて、お値段も少し高いのがマンションですね。でもアパートのことです。私マンションに住んでますって言われて、この人すごくお金持ちなんだと思わないでください。アパートのことです。次はカンニングです。カンニングっていうと英語では、ちょっとずるいでも賢いというような意味ですよね。カンニングって言うんですが、日本語でカンニングと言ったら、試験の時、テストの時にずるいことをして答えを書く、これはカンニングです。例えば隣の人の覗き込んで答えを書くとか、小さい紙にねこっそり書いておいて、答えを書いておいてそれを書くとか、そういうのはカンニングと言います。学校の先生たちはそういうカンニングをしてはいけませんよっていうことで、試験の時見回ったりしますよね。カンニングしないでね。それがカンニングと言います。それからバイキングという言葉があるんですけれども、これは北ヨーロッパの昔の海賊のことを指します。日本語でもバイキングって言ったらそういう海賊のことなんですけれども、バイキング式のレストランというのがありますバイキングが来て海賊みたいにガブガブ食べ物を食べるレストランではなくて、レストランの中にたくさんのいろいろなお料理が並んでいて、それをお客様が取りに行って食べるスタイルのことをバイキングって言います。英語ではバフェと言いますよね。バフェ。それを日本ではバイキングというんですが、1950年代に初めて日本でこのレストランを、このバフェスタイルのレストランを開いたホテルが、どういう名前でお客様を呼ぼうか、どういう名前にしようかとホテルの社員と相談した時に、ちょうどその頃バイキングという映画が日本で上映されて大ヒットしてたんだそうです。それでバイキングっていう名前にしたらどうでしょうっていうことで、じゃあバイキングのレストランね。ですっごくその頃は大ヒットしたそうですね。たくさんのお客様がそのレストランに行って有名になっちゃったそうです。それから日本ではバイキングのレストランって言ったらバフェのレストランのことですね。食べ放題のことも指します。それからクーラーというと、英語で言うと暑い日に飲み物とか食べ物を冷たく冷やして箱に入れて持ち運ぶ箱、それをクーラー、クーラーボックスとかアイスチェストとか言うんですけれども、日本でクーラーといったら壁についている家の中を冷やしてくれるもの、クーラーです。英語ではエアコンディショナーっていうんですけれども、日本では夏はクーラーを使います。で、冬はストーブを使います。ストーブ、これもヒーターですね。ヒーターのことなんですけれども、ストーブで、家の中を温めます。ストーブは英語だとお料理の時に使うコンロがストーブですよね。なんだかややこしいですね次は
トランプです。トランプというとアメリカの前の大統領の名前がトランプさんでしたよね。でも日本ではトランプといえばこれです。これはトランプです。これがトランプです。英語ではカード、プレインカードと言いますけれども、このカードのことを日本ではトランプと言います。どうしてトランプというようになったのかなって調べてみたら、明治時代に外国人がこのカードで遊んでいるのを見た日本人が、遊んでる様子を見て、でそのゲームの中にトランプというカードがあって、そのカードを持ってたらゲームに勝つわけですね。でトランプと言って勝って大喜び大騒ぎしてたんでしょうね。で日本人がそれを聞いて、このカードのことはトランプというんだと言って、このカードの名前はトランプになりました。でこのトランプなんですが、ゲームで有名な任天堂が今も作っています。昔も作ってたんですけれども、あそこはカードゲームの会社でしたから、今もトランプを任天堂は作っています。はい、次行きましょう。次はこちらです。これは英語ではステープラーと言いますが、日本語ではホッチキスと言います。ホッチキス、この機械を、機械というか、これを発明した人がホッチキスさんだったという名前だそうで、その後会社の名前にもなっているんですね。ホッチキスカンパニーという名前になって、で日本でもホッチキスという名前で広がりました。英語でもよくゼロックスっていうと、コピー機のことを、コピーマシンのことをゼロックスと呼んだり、クリネックスといったら、鼻をかんだり涙を拭いたりするティッシュペーパーのことをクリネックスって英語では言うんですけれども、その会社の名前や人の名前がそのまま商品名になってしまったという例ですね。ホッチキス、覚えておいてください。ステープラーではありません。ということで今日は、和製英語をいくつかご紹介してみました。マンション、カンニング、バイキング、クーラー、トランプ、そしてホッチキスですね。他にもいろいろあるんですけれども、こちらでjapanesepage.com でご紹介してます。どうぞそちらの方見てください。こちらのリンクから飛んでください。今日は和製英語をご紹介しました。それではみんな日本語頑張ってください。ゆみです。